はい、こんにちは。靴がね、完成しました。これは動画で撮ってなかった靴なんですけど、密かにっていうわけではないんですけど、作ってました。で、今回は、今木型を抜いたところまで来てるんですけど、まだ最後の仕上げの磨きをやってないので、それをやりながら、この靴のこだわったポイントとか、どんな靴なのかっていうところを話していきたいと思います。この靴見ていただければわかるんですけど、これ模様がついてるんですよね。これはね、クロコダイルの革です。ワニ革ですね。今回僕は初めて使ってみたんですけど、ワニ革の場合は専用の一応クリームがあるので、それを使いたいと思います。このクリーム、サフィールのレプタンってやつ。このクリームはね、爬虫類一応専用ということで、クロコダイルとかリザードとかその辺にね使えるクリームです。久しく使ってないんですけど、よいしょ。見た目はね普通の白いクリームなんですよね。普通のクリームとの違いはちょっといまいちよく分かってないんですけど、匂いはちょっと違いますね。ちょっと鼻をつくような匂いがします。この靴磨くといってももうほとんど最初から光ってるんで、あんまりやりすぎるとねギラついちゃっていやらしさがどんどん増していくので、そんなにビカビカにはしないで、光らせるというよりは皮をしっかりケアするという意味での磨きをしたいと思います。この靴を作ってる途中、釣り込みした後とか、一応ねクリームを入れながら、デリケートクリームを入れながら皮に木型の形状を覚えさせつつ作ってきました。ちなみにクロコダイルレザーなんですけど、僕ちょっと一回使ってみたくて、これもう全然靴を作る前から買ってあった革、いつか靴を作る時に使おうと思って取ってあった革をね使いました。でクロコダイルも結構いろいろグレードがありまして、高いやつは本当にね材料だけでもう2桁万円超えてくるような感じなんですけど、この革はそんなに高いやつではないので、普段の靴の材料費の2倍かかったかなぐらいです。クロコダイルはね結構見た目の主張も激しいので、そんなに多用する革じゃないんですけど、一回ね釣り込んだ時の革の伸びの感じとか、ミシンで縫う感じとか経験してきたかったので作っておきました。クロコダイルのケア方法はあんまりよく分かってないんですけど、このレプタンクリームを塗るぐらいしかあんまりね知識がないんですけど、この靴ねデリケートクリームも塗ってたんで、別に特にその辺のね普通の靴クリームを使っても問題はないと思うんですけどね、でもより効果があるっていうのがこのレプタンクリームなんでしょうかね。あんまりその辺詳しくなくてすいません。よし、じゃあブラッシングをしていきます。でこの靴ローファーなんですけど、クロコダイルって結構素材自体がどぎついので、ローファーでなんとか中和したかなという感じです。これで普通に紐靴作ると結構ねいかつめで汎用性が低くなっちゃうかなと思って、ローファーでね今回は作ってみました。あんまりビカビカにする気はないんですけど、つま先だけちょっとだけねワックスをのせたいと思います。ちょっと指に取って塗っていきます。もうすでにね光ってるんですけどね、ワックス塗る前つま先こんな感じです。クロコダイルはかなりもう皮の表面がねツルツルなので、そんなにね磨く必要がないっていう感じはするんですけど、難しい、できない。今ワックスをかけてるんですけどあんまり効果がわからないですね。元が光ってたからちょっと意味があったのかよくわからないですけど、一応ねピカピカっぽくはなってます。この靴は、僕が17足目に作った靴で、ローファーとしては2足目ですね。
はい、ということでささっと磨きました。めちゃめちゃ光りましたね。というかもともと光ってましたね。でここからね、この靴のこだわったところいろいろねあるので解説していきたいと思います。実はこの靴クロコダイルがメインじゃないんですよ。メインじゃなくもない、クロコダイルを使うっていうのも結構大きな趣旨の一つだったんですけど、それ以上に大きなことをねやってみました。でこの靴のメインを紹介する前にちょっとこの靴のディティールデザインをね紹介したいと思います。靴の形はローファーで、ここに U の飾りのステッチが入ってますね。で木型がスクエアですね。でフルサドルストラップってやつで、このパーツサドルとか言うんですけど、これがフルこう下までねこう伸びてるタイプですね。これを採用した理由は皮がねあんまり大きく取れなかったんで、こことここをねつなぎで取ることができなかったんで、ここでつなぎ目を隠してここからつながってるかのようにね見せたかったという、そういうような感じです。かかとはこんな感じで後ろの補強のパーツをつけてます。ヒールはいつも通りこう微妙にこう曲面にしてるんですけど、今回はねかなり控えめです。どうでしょうかね。かかとの丸みをね今回は結構つけました。出し縫いのピッチは12番でいきました。約2ミリピッチぐらいですね。出し縫いはねここで止まってます。というのはですね、ここにボコボコ打ってあるんですけど、これねキクギです。今回やってみたのがウエストウッドネイルってやつで、このウエスト部分土踏まずのところだけ縫わずにキクギでね留めるというのをねやってみました。中央統合系の靴でねこういうのをやってるところが結構あるんですけど、かなりねがっちり止まってくれて、いい製法だなと思いました。なのでこの土踏まず部分の縫い目は全く見えないんですけど、これは一応ウェルトはつけてるんですけど縫ってないのでね完全に隠れてます。それはこんな感じでなかなか綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。ちょっとオレンジ色っぽいねソールにしてみました。分かる方には分かっちゃうと思うんですけど、これかなりねジョージ・クレバリーをね意識してます。イギリスの老舗のジョージ・クレバリーっていうところは結構ね爬虫類系のビスポークを得意としてるのかな。でこのつま先の形状とかね全体的にジョージ・クレバリーをかなり意識しました。今回一応メインとなるのは結構マニアックな話なんですけど、木型の話ですね。これが木型なんですけど、この感じで前の方はね別に普通なんですけど、この後ろの部分かかとをめちゃめちゃね丸くしてみました。普通ね木型ってこういう風にかかとって角を出すんですけど、今回はフィット感っていうのを重視して丸みをね出してみました。この辺もずっと丸いです。木型そのものがね足の形状にかなり近い感じでやってます。でそうすると靴はどうなるかというと、こんな感じになりますね。わかりますかね。ここがめちゃめちゃ丸いです。この土踏まずのせり上がり、これもかなりしっかりとったので、この後ろの部分高速部の作りがねすごくね特殊な感じになってます。でこれ中底なんですけど、この部分をね継ぎ目があるの分かりますかね。これ中底をね2枚使ってます。まず中底をここからここまでつけて、でその上から全体の中底をつけるという、そういう二重構造にしてるんですけど、やっぱスポーツシューズとか登山靴とかって結構この辺のね剛性が高いんですよね。でこの部分は普通に曲がります。この辺から後ろの部分をねガチガチに固めてみました。それに合わせてここ見えますかね、ポツポツ出てるんですよね。これキクギです。この靴の中にねシャンクが入ってるんですけど、これ今回革でやってボコボコにねキクギで打ちまくりました。でシャンクと中底をしっかり接合して、でさらにこの本底と中底を止めるためにキクギでやったので、本底シャンク中底もう一枚中底までキクギがこう貫通してる状態なんで、すごくね硬くできてます。でそんな感じで結構ね特殊な作り方をしてみました。成形靴とかに近いんですけど、すごいね実験的で、これがいいのか悪いのかっていうのはね全然わからないです。この木型のかかとの丸みとかも別に木型でやる必要なくて、インソール入れればねいいんですけど、
今回は全部木型に任せてそれ通りにね靴を作ってみるっていう、そういうコンセプトでやってみました。これねまだ履いてないのでわからないんですけど、実際外で履いてみてどれぐらい意味があったのかっていうのをね確かめていきたいと思います。普通の靴作りでもう手間がかかるのに、この木型の作り方でやるともうすごくね手間がかかるんで、これを意味があるのかっていう、コスパとかも考えるとねどうなんだろうっていう気もするんですけど、その辺ね実験なのでいろいろやってみて確かめていきたいと思います。はい、ということで今回はこのクロコダイルのローファーが完成したので、磨いてこだわったポイント、挑戦してみたことというところをね話してみました。完成の写真をねインスタグラムにもアップしますので、是非ね見ていただけると嬉しいです。履き心地の感じとかね、あとはこの顔のエイジングの感じとか動画にできたらなと思います。というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。